こんにちは、たかしです。本日は12月23日土曜日、週末ですので、来週25日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。クリスマスまでの期間限定でテキストの割引販売をしております。FX を勉強するためのテキストをお探しの方は、25日までのお得な割引をご利用ください。詳細は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。もう年末が近づいてきておりまして、またクリスマス休暇っていうところもありまして、だいぶ流動性が下がってきている、そんな中になってきております。そういうところでのトレードになってきますので、基本的には今、年末に向けてはトレードは控えていった方がいいと思いますが、もし動くのであれば短くトレードしていくのもありだと思います。現在ポンド円に関しては緑の平行チャンネルの中で動いておりまして、その下限付近に張り付いてますね。ここの下限から反発できるのかどうかっていうところです。何度反発してもなかなかに上値が重く下落してきておりますので、もしかするとこのまま下抜けていくっていうことも考えられます。現在は平行チャンネルの下限のこのラインで止まっているようにも見えますが、過去の動きを見ていると下抜け、ヒゲで下抜けているっていうことも何度もありますので、そう考えると月曜日もう一段下落してヒゲで下抜けて再び上昇していくみたいな動き方をしてくる可能性はありますね。インジケーターは方向感がありませんが、マクディは下落モメンタムがほぼほぼなくなってきておりますので、そろそろ反発の上昇に入ってもおかしくないのかなと。今までも何度も反発していたんですけれども、ここから本格的に一度大きめの上昇しそうな、そんな雰囲気にも見えてきます。ただ直近の動きを見ていると若干高値も安値も切り下げてきておりますので、ですのでこのまま下落していくっていうことも考えられますので、その辺どちらに動くかがわからない。ただし現在は平行チャンネルの下限にあるので、ここから売っていくのは優位性がないかなと思います。もし上昇してきた時に最安値をつかまされてそのまま大きく上がっていくっていうことも可能性としてはゼロではありませんので、下抜けてくるならいいんですが、現在地付近から下抜けるだろうというそういう考え方でショートエントリーをしてしまいますと、当然平行チャンネルの下限ですので上限を目指して上昇していくっていうそんな可能性もあるので、そこは注意です。では4時間足です。4時間足、これ金曜日にこういうピンクのラインを描いてました。そしてこの上昇ですね。一旦は GMMA の青帯ぐらいまで上昇していく、そういう動きを想定しておりました。そしてストキャスティクスも安値圏にあったので、ここからは上昇していく可能性。まずはストキャスティクスが前回の高値圏、こういった高値圏からデッドクロスしてくると大きめに下落はしていくんですが、ただ金曜日の時点ではストキャスティクスは安値圏にあったので、ここからは上昇方向への動きを考えておきたいという話をしていたと思います。ただその上昇っていうのは基本的にはこの下落に対する調整の上昇ですので、難しい動きをするだろうというふうにも話しておりました。そこでイメージしていたのがこのピンクの矢印ですね。一旦上昇後 GMMA の青帯付近から下落していくというこんな感じのイメージをしていたんですが、1日でこういう動きをするわけではなく、金曜日はその上昇の部分だけで終わったと考えられます。ただもうちょっと上昇するのかなと思ってますので、ストキャスティクスが高値圏まで入るぐらいまでは上昇してもおかしくないなとは思っております。ただ昨日の動きを見ていると GMMA で接触して下落してきておりますので、週明けこのまま下落していくかもしれませんし、もうちょっと上昇してからの下落になるかもしれません。そしてここで問題なんですが、現在何かのパターンを作っているのがわかりますか？一旦動画を止めて考えてみてください。では答えです。そうですね。これ3層を作っているんです。こんな感じの3層ですね。結構わかりやすい形になってますよね。ちょうどこのピンクの矢印の部分が右肩になってきますので、そこを今作りに行っているのかなと。そして3層の天井を迎えればそこから下落しやすくなりますので、その辺の動きを見ておきたい。ではその動きをもうちょっと時間軸を落として見ていきましょう。では1時間足です。1時間足には先ほどの3層が大きく表示されております。直近の最高値っていうのが3層の頭部分。そしてこの白い水平線が引いてますが 181.739、 これが3層の左肩ですね。ですのでこの辺りを今目指して上昇してきているのかなと思います。ただ金曜日の動きちょっと分かりにくいですよね。ジグザグとしてますし、あとヒゲが結構出ているんですよね。ですので買い足でトレードできたのならいいんですが、この上昇トレンドに乗るのは難しかったかもしれないです。では週明けここからどうするか。一旦はこの白いラインぐらいまで待ちたいですね。この辺りまで上昇してくるのを 181.7 付近まで上昇して
くるのを待って、そこからの下落の流れっていうところを見ておきたいです。4時間足のストキャスティクスももうちょっと上昇余地がありましたので、もう少し上昇方向に動くのかなと思いますが、もしかするとこの金曜日の最終結構下落してきてますので、ここからもうすでに下落が始まっている可能性、左肩のてっぺんまでは上昇せずに、その一つ手前ですね、オレンジの水平線からの下落になる可能性もありますので、その辺を見ておきたいです。もう一段の上昇後の下落なのか、黄色の矢印みたいなイメージですね。それともすでに今もう下落が始まっているのかっていうところを見ておきたい。1時間足では直近金曜日の動き、小さく上昇トレンドを作ってますので、この上昇トレンドが継続するのであれば、白ラインぐらいまで上昇していく。でも、金曜日のこの上昇トレンドを崩してくるのであれば、すでにもう下落が始まっていて、今3損を作っていると考えられるので、178.6 付近まで下落していくんじゃないのかなという想像がつきます。なので週明けはまずはこの上昇トレンドですね、金曜日に作っている小さな上昇トレンドが継続できるかどうかっていうところに注目です。そしてクリスマス休暇ですので、週明け月曜日っていうのはほぼほぼ動かないと思いますので、その辺はご注意ください。できればクリスマス明けの火曜日からトレードしていくのがいいんじゃないかなと思います。ではドル円です。ドル円の日足からですね、現在はオレンジの平行チャンネル下抜けで、そして次白いライン、この辺りがターゲットになっているのかなと思ってます。140円付近ですね。白ラインは厳密には 139.413 なので 139.5 付近になるんですが、ざっくりとまずは140円という切り板っていうところが次ターゲットになっております。ただそこまで下落できるのかっていうと、今のところちょっとそんな感じもしないんですよね。直近の動きを見ていると結構下げ止まっている感を感じますので、そう考えるとここから一旦上昇しそうな、そんな雰囲気に見えてきます。今のところ急激に下落してきておりますので、GMMA の青帯との乖離があるんですね。ですので一度どこかのタイミングで GMMA の青帯ぐらいまで戻していくと考えます。それが140円ぐらいまで下落してからの乖離解消の動きなのか、現在地でちょっと下げ止まっている感も感じますので、現在地付近から反発上昇していくのかっていうところが今からの注目ポイントです。ストキャスティクスは方向感がありません。ただ MACD の下落モメンタムがもう消えてきておりますので、そろそろ上昇してもおかしくないのかなという、そんな印象が持てますね。では4時間足です。とは言いましても4時間足は綺麗な下落トレンドを描いているんです。現在ここでディセンディングトライアングルみたいな、そんな感じのを描いているように見えますね。この白い切り下げラインとオレンジの水平線で挟まれた三角形ですね、ディセンディングトライアングルを描いてまして、現在その下限付近にありますので、やはり一旦反発上昇しそうなところではあります。ストキャスティクスも上昇してきておりますので、一旦週明けは上昇方向をイメージしておきたいんですが、上昇すればすぐに GMMA の青帯がありますので、すぐに戻り売りで下落していくかもしれません。できればこのディセンディングトライアングルの下限からの反発なのであれば、もう一段の下落を待ちたいですね。オレンジの水平線ぐらいまで 141.5 付近までもうちょっと下落してくるのを待って、そこからの反発上昇の流れをイメージしておきたいです。イメージとしてはこんな感じですね。一旦下落してからの上昇です。もちろんこのままじりじりと上昇していく可能性もありますが、その場合は次トレンドラインにぶつかるのを待って、そこからの下落の流れを見ておく。基本的には下落トレンド中ですので、冷やし単位ではそろそろ反発しそうな雰囲気とも言いましたけれども、4時間足では現在反発上昇しそうな兆しはまだありませんので、もうちょっとこの辺で何かしらの値固め、形を作ってくるのを待ちたいですね。上昇をイメージする場合は何かの形を作ってくる。例えば現在ですとトリプルボトムからの上昇ってことも考えられますが、何か形を作ってくるのを待って、そこからの上昇の流れ、それまでは基本的に GMMA の青帯下向きですので、下落トレンドなので、この下落の流れについていくっていうのが基本的な考え方です。では1時間足です。4時間足の GMMA は下向きで下落トレンド、1時間足の GMMA も下向きで下落トレンド。ただし金曜日これ最終ちょっと GMMA 付近に張り付いている感じも受けますね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここから週明け下落から始まるかもしれませんが、もし1時間足の GMMA の上に乗せてくれば、そこからは一旦の上昇を見ておきたいですね。イメージとしては GMMA の上に乗せて GMMA でサポートされての上昇、そして白のトレンドライン付近までですね。そうすると GMMA はこんな感じで動いてきますので、その上昇の流れに乗っていくです。ただし上昇してくればすぐに4時間足の GMMA が上にありますので、そこからは4時間足単位の下落になるかもしれませんし、この白のトレンドラインっていうのは過去に何度も意識されているところですので、そのあたりから再び下落していくっていうことも考えられますが、今1時間足を見ていると一旦上昇しそうな雰囲気も感じられますし、もちろん現在 GMMA 付近にぶつかってますし、
し、ストキャスティクスもデッドクロスしているので、ここから下落していくということも考えられます。その場合は4時間も1時間も GMMA が下向きですので、その下落トレンドに乗っていけばいいんですが、今は1時間足がもしかすると転換してくるかもしれませんので、その場合は短く上昇の流れに乗っていく。そして上昇してくれば次4時間足単位の下落が次どこかで始まるかもしれませんので、その辺の流れも見ておけると、上昇も下落も両方狙っていけるということになります。ただ、この白のトレンドラインを上抜けてくると結構上昇すると思いますので、その辺注目ですね。今までずっと意識されてきたラインだけに上抜けるとそこからは比較的大きめの上昇をする可能性がありますので、戻り売り目線っていうのはこの白のトレンドラインを上抜けるまでがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。